私にとってはやはり剣の方が手に馴染むからな。だが状況によっては確かに射撃の方が役に立つこともある。皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は狙撃チェンの性能や使用感を実際のプレイ映像と一緒に簡単に紹介したいと思います。まずは基本ステータスですが、チェンと同じタイプのオペレーターは近距離狙撃のイグゼクターやアオスタ、パインコーンです。ステータスは星6のチェンの方が高めに設定されています。各ステータスの数値は画面に出しておきます。特性は攻撃範囲内の敵全員を同時攻撃し、自身の正面横3マスにいる敵を攻撃するとき、攻撃力が 150% まで上昇します。他の近距離狙撃と同じですね。この類の狙撃はもともと火力が高いので、正面3マスにいる敵とそうでない敵を攻撃するとき DPS の違いが明らかです。スキル2は特性通りですが、スキル1と3は攻撃範囲内全ての敵に対して攻撃力ボーナスが発動するようになります。スキルの詳細は口述しますが、特性とセットで覚えておきましょう。2は特性通り、1と3は全ての敵に対してボーナス発動です。素質1、配置中、自身の弾薬使用スキルで攻撃したとき、20% の確率で弾薬を消費しない。他の狙撃の弾薬使用スキルも 10% の確率で弾薬を消費しない。弾薬系スキルは範囲内に敵がいないとき SP は減少しません。そしてスキル発動中、好きなタイミングでスキルを中断し再チャージに移れます。スキルのタイミングが最も重要なのは言うまでもないと思いますが、マップと敵のルートさえ把握していればスキル発動後の空白期間を極力減らすことができて非常に便利です。チェンの場合、全てのスキルが弾薬系スキルなので 20% の確率で弾薬を消費しないメリットは大きいです。特にスキル3は弾薬を2発消費するので2発分節約できます。経験談を話すと、チェンを中心とした攻略動画を録画している時に素質1が発動しまくって目的じゃない敵までも一掃してしまったので、録画をやり直したことが何度もあります。いや、チェーンいつまで打っとんマジで。それはちょっと運要素強すぎるからやめて。もそこまで強くなくてええねん。弾薬系スキルはチェーン以外にアッシュとトギフォンスがいますが、弾薬が余って損することはほぼないので 10% でも発動したら儲けもんです。アッシュのスキル2は自前のスタングレネード中に打ち込める弾丸数が決まっていますが、アッシュ紹介動画でも紹介したスキル2のコンビネーションでスタンを延長できるオペレーターがいるなら、31発の連射中に何回 10% を引けるかってのも面白いと思います。素質2、攻撃速度プラス8、フィールドに水場があるときは追加で攻撃速度プラス12。結論から話すとおまけ程度の素質です。0.1 から 0.2 秒ほど速くなります。水場があるステージはそこまで多くないですしね。そしてチェンの場合、攻撃速度が速ければいいって問題でもないです。一発一発がものすごい強力なので、雑魚敵1体に弾丸を消費したくない場面も少なくないです。できるだけ敵をまとめて一掃し、弾薬を節約したくなります。この流れで凸に関してですが、5で第1素質強化、6でコストマイナス1。通常の仕事範囲であればほぼ変わりません。貫突でコストマイナス2、潜在号で素質の発動率プラス 2% がどうしても必要な方以外は、凸なしでいいから本体だけ確保する流れでいいと思います。個人的には300連するなら、水木は工場なので限定のチェーンを重ねます。ここからはスキルの紹介です。まずスキル強化の優先度ですが、5ヶ月ほど使い込んでみた感想としてはこんな感じです。チェンの強さを最大限味わいたいドクターはスキル3だけでも特化を目指しましょう。それではスキル1から紹介します。スキル1、攻撃力上昇。特性効果の対象が攻撃範囲内の敵全員になる。銃弾を4発撃ち切るとスキルが終了。単純明快、安定感抜群の攻撃回復自動発動スキルです。攻撃回復スキルは敵が攻撃範囲内にいないと SP が回復しないという弱点がありますが、
このスキルの必要 SP はランク7で5、特化しても変わりません。パインコーン S1 の手動スキルが面倒で、エイヤの S2 が好きという方には特におすすめしたいです。単純な攻撃力強化スキルに見えますが、特性効果の対象が攻撃範囲内の敵全員になることで、配置マスの自由度がかなり広がります。いくらスキルが強くても、配置マスに制限がかかると本領を発揮できませんからね。基本攻撃間隔は 2.3 秒ですが、このスキルの発動直後と終了直後の映像を見ると分かる通り、即水鉄砲を発射しているのが分かります。簡単に声で説明すると、スキル発動中が1000ダメで、スキル未発動が500ダメだとすると、1000、1000、1000、1500になります。声でね、説明するほど分かりにくいものでもないですが、このスキルの回転率からして、この差は非常に大きいです。素質1の運ゲーも重なると強力です。スキル2や3と違って、スキル1は4発しか銃弾がないので、手動できる必要はほとんどないです。4発が5発、6発と楽しい効果音が鳴る瞬間を楽しみましょう。そしてこのスキルは地面と対空どちらにも使えます。SK5 や H5 の4レベルのステージであれば DPS はチェーン1人で十分です。CA5 のようなドローンステージでもチェーン短期でいい戦いができましたが、オペレーターとのコンビネーションも忘れてはいけません。例えばワルファリンのランダム SP チャージと攻撃力バフを加えたり、アルケットの素質1を合わせると、もともと回転率がいいスキルを打ち切った後、敵が来なくても勝手にチャージされます。弾薬系スキルは範囲内に敵がいないとき SP は減少しないので、デメリットを探す方が難しいです。個人的なまとめとしては、昇進2でスキル3が使えるようになるまでは、ほとんどスキル1でいいです。特化優先度は前述しましたが、リソースが限られている方向けに分かりやすく伝えたかっただけなので、個人的にはスキル1特化の優先度はかなり高いです。続いてスキル2を紹介します。スキル2、攻撃力上昇。攻撃時、攻撃範囲内に5秒間持続する水域を生産し、地面上の敵に移動速度減少、防御力減少、効果は重複しない。銃弾を8発撃ち切るとスキルが終了。オーバーチャージすると銃弾が20発に変更。オーバーチャージとは2回スキルをチャージすると追加効果が発生します。銃弾が8発から20発になるという非常にシンプルな追加効果です。攻撃時、攻撃範囲内に5秒間持続する水域は素質2の水場扱いにはなりません。チェンのスキル1発目の攻撃を受ける相手にも水域デバフが発動し、防御力が減少します。水域効果はチェンだけに享受されているものではないので、編成されているオペレーターや減速効果を踏まえると、どっちがトータル DPS が高いっていうのはドクターの指揮スタイルによります。単純に攻撃力上昇値だけなら、スキル1は特化3でプラス 100%、スキル2は 80% です。例えば CE5、防御力1000の重装隊長、チェンのレベル90特化3の場合、スキル1は一発1559ダメージ、スキル2は固定の防御力ダウンが入って一発1473です。ただ、スキル2最大の欠点は、特性のダメージバフが正面3マスにいる敵にしか発動しないところです。攻撃力が 150% まで上昇する特性のダメージアップの恩恵は非常に大きく、普段のステージで何も考えずにスキル2を使うくらいなら、スキル1を使いましょう。それでは、スキル2をうまく使うコツを紹介したいと思います。スキル1との決定的な違いは、SP 自動回復、手動発動です。例えば、6の5に出てくる雑魚敵は、通常攻撃で十分処理できます。耐久力の高い既成重装兵や、ブロックしたくない既製兵に狙いを定めてスキルを発動します。狙いの敵を処理したらスキルを再チャージします。たった2回スキルを発動するだけでクリアできました。ではもう少し難易度の高い H6 の2で実践してみましょう。このステージは強化既製兵が多く出てきます。カンスト状態の星熊 S2 であっても多くの攻撃は受けきれません。水域デバフの減速で正面3マスで殴れる時間を稼ぎながら防御力ダウンで味方のオペレーターのダメージもアップさせることができます。このようにマップと敵のルートさえ把握していればスキル1よりダメージを稼げます。そろそろスキル3の紹介をしたいと思いますが、実はここまで話してきたことはほとんどスキル3の登場でなかったことになるかもしれません。
比較するというのはすごい大事なことなので、スキル2の説明を最後まで聞いてくれたドクターたちにスキル3の素晴らしさをご利用し気味で紹介したいと思います。スキル3、攻撃範囲拡大、攻撃力上昇。攻撃が2連撃になり、特性効果の対象が攻撃範囲内の敵全員になる。攻撃時、攻撃範囲内に5秒間持続する水域を生産し、地面上の敵に移動速度減少、防御力減少、効果は重複しない。銃弾を32発撃ち切るとスキルが終了。S2 と比べて攻撃力と水域デバフ効果がさらに上昇し、攻撃が2連撃になります。そして特性効果の対象が攻撃範囲内の敵全員になります。先ほど紹介した重装隊長に与えたダメージを覚えていますか？スキル1は一発1559ダメージ。スキル2は一発1473でした。スキル3は一発3558です。普通の敵を相手にダメージテストをするのは物足りないので、とっておきの相手を用意しました。注意点です。グローバル版で開催済みの危機契約シャープ4の固定ステージですが、危機契約シャープ7のデイリーの録画なので、契約内容も見たくないという方は視聴を控えてもらえればなと思います。ダメージテストをする相手はマドロックの巨像とマドロックとボボウジです。デイリーマックス等級でいきましょう。マドロックの巨像の HP プラス 90%、攻撃力プラス 90%、術耐性プラス45、足止めやスタン無効です。いきなりクライマックス感が出ておりますが、せっかくなのでこれまでのオペレーターと比較してみましょう。契約で術耐性がもらえているので、エイヤやスルトは使いません。レベルは全員カンストで、対象スキルは特化3です。まずは新銀山。やはり新銀山、1回で 40% は削れました。続いてアップルパイ。敵が攻撃範囲に入ってから攻撃範囲外に行くまでに 40% は削れました。確定ダメージ部門からはケルシーとモンスターです。ブロックすると一瞬で解けるのでスルトでカバーしてます。さすが確定ダメージ。半分くらい削れました。それでは幽竜チェンさんお願いします。マップの設計や素質1の運ゲー込みですが、1回のスキルで巨像を処理できました。私自身1回のスキルで処理するのはさすがに難しいかなと思っていたのでびっくりしました。ようやくこの動画が出せて嬉しいです。ダメージがやばいのはこれだけで分かっていただけたと思いますが、実際の使用感はどうなのって気になるドクターも多いと思います。まずは攻撃範囲から。スキル使用後の攻撃範囲はこのように2マス前の両サイドに1マスずつ追加されます。マップによっては使うの難しいんじゃないと初めは思っていましたが、それはどのオペレーターもそうです。向いてないマップはあります。ですがチェンはたとえ1マスしか攻撃範囲が使えなかったとしても、口述するスキルの回転率のおかげで切り込み作戦なんかも得意です。ただ攻撃範囲が特殊なだけあって、攻略や配置の仕方がどうしてもチェン中心になってしまうので、そういう攻略が好みじゃないという方は強い弱い関係なしに不向きかもしれません。イフリータロードとかもそうですよね。私はチェンゾーンを見つけるとどうしても置きたくなります。続いてスキルの回転率。特化3で初期30、チャージ55、新銀山のチャージは90と重く、どうしても再配置戦法になりがちです。エイヤも開幕25で火山が打てますが、チャージ80なので、置いたままだと複数回発動するのは難しいです。チャージが速いだけではなく、そう弾薬系スキルなので、スキルが終了する前にあらかじめ停止しておくことで、好きなタイミングで再チャージできます。もう一つ弾薬系スキルにはメリットがありますよね。敵が攻撃範囲内にいないときはスキルを使わないことです。マックス等級の巨像ですら受けきれなかった水鉄砲を普通の敵が何度も受けきれるわけがないので、32発の2連射、16回の攻撃は弾薬を余らせたまま。それでは H7 の4で実際の使用感を確かめてみましょう。編集で早送りしてしまうと回転率とかが分かりにくいと思うので、ゲーム内の倍速機能だけ使ってます。チェン配置。初期 SP が30あるので25秒でスキルを発動できます。バフを盛りすぎるとチェン自体の使用感が分かりにくくなるので、今回はフィリオとワルファリンの SP チャージ、シュバルツの攻撃力バフだけ入れてみました。攻撃範囲にパトリオットが入ったら1回目のスキルを使います。このように1箇所で立ち止まるボスには1マス2マス拡大するだけで全然違います。幽竜チェンは2周年限定オペレーターですが、どのオペレーターよりもシンプルです。フィリオやワルファリンの SP チャージはもちろん、
スズランの脆弱減速。チェンの防御力はカンストで203と高く、スカジの S2 だけで361まで上昇します。これだけであのバフを受けれるようになります。スカジの攻撃力バフと合わせると攻撃力は1571に。シャマレやエリジウムの防御力デバフ、好きに使ってチェーンを強化すればいいです。チェーンの2回目のスキルが溜まったら遊撃隊をまとめて処理したいのでアンジとグレイディアでまとめます。竜巻の中で溶ける遊撃隊を見るとまさにホリデーストームですね。第1段階のパトリオットの防御力は基本500の約4倍、2100もあるので非常に硬いです。2回目のスキルでパトリオット第1形態を突破したらスキルをチャージしたいので手動でスキルを停止します。新銀山は90チャージ、するとなら再配置70秒、55チャージのチェーン S3 の回転率は性能からして破格です。パトリオット第2形態は槍投げと高い攻撃力でブロック役も長くは持たないので短時間、高火力で突破することが目的です。チェン3回目のスキルでパトリオットを仕留めたい。パトリオットの無敵が切れるタイミングでスキル発動。特性のダメージバフが正面3マスだけではなく前の5マスで有効になっているので長い時間ダメージを稼ぐことができます。今までは決戦型オペレーター再配置運用で敵の移動に合わせてっていうのが主流だったと思いますが、それすらも必要ありません。1回の攻撃は4362。チェーン1人だけで直接突破することができます。それではまとめとして大まかな能力指標図を紹介します。火力 S1 の性能は優秀、本職運用は問題なし。S3 は間違いなく最強クラス、高台範囲の決戦スキル。耐久、高台オペレーターの中ではなかなかのステータス。濁心スカジ S2 だけであのドーピングを受けることができる。汎用、コストは重いがそれ以上の性能を持つ。天地雑魚敵殲滅、エリート殲滅、ボス殲滅。これで汎用性がないという方が難しい。補助、スキル23の防御力減少は物理アタッカーにとってはありがたいが、殲滅要因に補助性能はお門違い。大抵のマップでは重いコストと特殊な攻撃範囲を生かすために補助を受ける側。特化、素でも十分すぎる火力。補助を入れればさらに化けるだけ。ガチャ優先度は過去最高レベルに高いです。限定ですしね。ですが自分のポリシーを曲げてまで引きに行く必要はありません。多数のドクターがチェーンを引きに行くと思いますから最悪フレンドサポートで使えば OK です。幽竜チェンの S3 の2連撃は前衛チェンの特性を引き継いでいます。もしかしたらロドスでは竜殺しの水鉄砲と呼ばれているかもしれませんね。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。もう満タイ。それでは幽竜チェンの紹介を終わります。もしこの動画が良ければキャラ紹介動画を続けて制作するモチベにつながりますのでコメントやグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。